ようございます。ミントです。みなです。7月13日月曜日の海外テックニュースです。今朝は4本お伝えします。トップはメタが画像生成 AI ミューズイメージのインスタグラム参照の仕組みを批判を受けてわずか数日で停止した件です。今日のラインナップです。 AI と肖像同意の問題、 AI と著作権をめぐる訴訟、 SNS 依存をめぐる訴訟、それから数学の話題を1本お届けします。それでは1本目からです。 AP 通信によりますと、メタは先週画像生成 AI ツールミューズイメージを投入したばかりでした。ところが公開から1週間足らずでこの機能の一部を停止しています。ミューズイメージはメタ AI のアシスタントを通じて使える画像生成モデルです。今回問題になったのは、画像を生成する際に参照する対象を選ぶ機能でモデルを訓練する学習データの話とは別の論点です。公開インスタグラムアカウントの写真は初期設定でこの参照対象になり得る仕組みで、使われたくない人は自分で設定を変えて拒否する必要がありました。自分のインスタグラムの写真が知らないうちに AI に使われてたかもしれないってことですか？その可能性があったということです。 SNS 上でこの仕組みへの懸念が広がり、俳優や声優の労働組合サグアフトラは会員に対して設定を変えるよう呼びかけました。ザ・ホリウッド・リポーターによりますと、タレントエージェンシーの CAA も氏名や肖像、創作物は明確な同意なしに利用されるべきではないとする声明を出しています。メタはこの批判に対してどう答えたんですか？メタは金曜日この機能を停止したと発表しました。声明では、有用な創作ツールを提供し、自分のコンテンツが参照されるかどうかを利用者が管理できるようにすることが目的だったとした上で、この機能は的外れだったとのフィードバックを受けたため現在は利用できないとコメントしています。発表からわずか数日での機能停止となりました。今後設定を変えた上で再提供するのかどうかはまだ明らかにされていません。続いては AI と著作権をめぐる訴訟です。 AP 通信によりますと、ニューヨークタイムズやデイリーニュースなど複数の報道各社が木曜日、マンハッタンの連邦裁判所に対しオープン AI に制裁を科すよう求める申し立てを行いました。チャット GPT の開発に報道各社の記事がどう使われたかを示す証拠をオープン AI が開示していないと主張しています。申し立てでは、オープン AI 社員への尋問の内容がこれまでの会社側の説明と食い違っているとも指摘されています。デイリーニュースなどの弁護士を務めるスティーブン・ニーバーマンさんは、チャット GPT がどのように報道記事を学習に使ったかを示す証拠をオープン AI が隠したり破棄したりしたことに対して裁判所に処罰を求めるものだと述べています。オープン AI 側はこの主張にどう反論しているんですか？オープン AI の広報担当ドルーク・サテリさんは声明で、タイムズの主張が弱くなり一部の訴えを取り下げざるを得なくなった中で、この訴訟と関係のない人々のプライバシーに立ち入ろうとしていると述べ、今回の申し立てを事実に反する主張だとしています。その上で、利用者のプライバシーと確立されたフェアユースの原則を守り続けるとコメントしています。これはもう結論が出た話なんですか？いいえ、今回はあくまで一方が制裁を求める申し立てをした段階で、裁判所の判断はまだ出ていません。証拠開示をめぐる対応は裁判所がどの資料をもとに著作権侵害の主張を検討できるかに関わってきます。ただし制裁を科すかどうか、そして著作権侵害そのものが認められるかどうかはいずれもまだ判断されていません。続いては SNS 依存をめぐる訴訟です。 AP 通信によりますと、メタはロサンゼルスの裁判所に対し SNS 依存をめぐる訴訟の評決を不服として控訴しました。この裁判は子供の頃から SNS に依存するようになったとする20歳の女性が原告で、3月にロサンゼルスの陪審はメタと YouTube の両方に過失があったと認定していました。陪審は原告に対し300万ドルの損害賠償を認め、さらに300万ドルの懲罰的賠償を勧告しました。責任の割合はメタが 70%、YouTube が 30% とされています。TikTok と Snap も当初は被告に含まれていましたが、裁判前に和解しています。 YouTube も同じ裁判の対象になっていたんですか？はい。陪審はメタと YouTube のどちらも未成年が使うと危険を及ぼしうると知りながら十分な警告をしなかったという点でも過失を認めています。メタはすでに控訴の手続きを始めていて、 Google 側の広報担当ホセ・カスタニェダさんも YouTube は責任を持って作られた動画配信サービスであり SNS ではないとして評決に反対する声明を出し、 YouTube 側も控訴する方針を示しています。メタ側も、10代の心の健康は非常に複雑で
単一のアプリだけが原因とは言えないとコメントしています。この先どうなっていくんでしょうか。控訴の手続きはこれから始まったばかりで、結論が出るまでには時間がかかる見通しです。AP 通信が取材した法学者は、大きな一歩ではあるがこの先も長い道のりの一段階に過ぎないと評価しています。同種の訴訟は他にも多数起きていて、今回の評決がどこまで影響するかはまだ分かっていません。最後は数学のニュースです。国際数学オリンピック IMO の第67回大会が7月10日から21日まで中国・上海で開催されています。 IMO 公式サイトによりますと、世界各国の高校生が参加していて、現地からの報道では実際の試験は7月15日と16日に行われる見通しです。この大会 AI とも関係があるんでしたっけ。はい、 Google ディープマインドは公式ブログで、2025年の大会で IMO のコーディネーターが自社モデルの答案を生徒と同じ基準で採点し、金メダル相当の35点と認定したと発表しました。オープン AI も自社の投稿で、大会後に自社モデルへ同じ問題を解かせたところ金メダル相当の点数だったと明らかにしています。ただしこれはあくまで大会後の評価で、実際に選手として参加して得た正式な順位やメダルとは別のものです。両者の評価の進め方も異なります。今年はどうなりそうなんでしょうか。今年の結果はまだ出ていません。試験がこれから行われる段階なので、 AI 各社が今年も同じような評価を発表するのかどうかも含めて、続報が入り次第改めてお伝えします。今日は AI における同意と著作権、 SNS をめぐる訴訟の控訴、そして数学分野での AI の成績と話題が広がった一日でした。よろしければ高評価とチャンネル登録をお願いします。以上、海外テックニュースをお伝えしました。みなとミントでした。